はい、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。で、今ですね、海に網をやってて、それを繰りに行くっていう体で話していくんですけど、今回はですね、とあるものを提供していただいたんで、それを使った漁動画撮っていきたいと思います。それがこちら、グラディウスというわけでね、なんかモンスターみたいな名前です。で、これ何かと言いますと、水中ドローンです。それで今回動画で紹介してくれるんだったらドローンを提供しますよということで提供していただきました。ありがとうございます。企業様は宣伝ができる、僕は水中映像が撮れる、皆さんはそれによってクオリティが上がった動画が見れるというわけで、みんなの勝ちです。それじゃあ開けていきましょうというわけで開けていきます。で、ちなみにね、もう1回開けてっていうかね、もう撮影してます実はで、こんな感じで、これがまあ水中ドローンで、この中にこうなんかリモコンとか入ってるよって感じです。それでは今からこの子を持って沖に行く夢を見ましょう。はい、それでは水中ドローンを携えて、漁に出港していきましょう。こちらの猫ちゃんの可愛いカバンを持って出港していきます。それではエンジンをかけましてバックして港から出ていきましょう。いや、僕もね、初めて水中ドローンでその網に魚がかかっている様子を見るのでね、大変興奮しております。それではいつものように GoPro を加えれましたそれじゃあポイントに、やっていきました。もう紅葉がね、だいぶ下まで降りてきてますね。まるで天使が下に降りてきたかのよう。はい、何言ってるか分かりませんが、このように目印を上げて網を上げていきましょう。まあ水中ドローン入れる前に網を2枚やってるので、とりあえず1枚を先に食っておこうと思って先に食ります。なんで先に来るかっていうと、あんまり魚がいて水中ドローンでその遊んでて遅くなったら後の仕事に使えます。で、こちら、名前を忘れましたエイサメって僕は呼んでます。何だったかな。でも美味しいらしいです。さあ、でもね、全然魚がいなくて、くれど魚がいません。で、舵の位置を変えたので、このように舵を操船しながら、舵をいじくって船を操船しながら上げていきましょう。何か来ましたね。こちら、ヒラメかな。左ヒラメというわけで、おっとっとっと、網の上だからセーフです。網の上に落ちてヒラメが取れましたと思ったらカレイでしたねなんだろう、なんか先入観で次はヒラメだって思ってたんですけど、カレイが上がってきました。先入観とは恐ろしいものです。その後もくれどなかなか上がってきません。あれだけの網の量だったらもうね、5分ぐらい食ってるのかなっていう感じですね。さあ、なんか3連チャンできました。おそらくね、磯に当たったのでしょうね。こんな感じでね、磯に来るとなんか魚がいたりします。で、こちらカワハギでございます。マルハギとも言います。で、これオスです。このようにビローンとね、背びれがなんか伸びてるのがオスです。で、こんな感じで網はね、団子になるので、これを外すのがまた大変ですね。で、こちらはカサゴ、ガガナとかアカメバルとかで、これらも全て活かしていきます。可愛らしいですね。そしてこちらサザエがやってきました。で、日本海側みたいに潮の流れが速いとこはですね、このようにサザエになんかボツボツが生えてたりします。で、サザエがなんで網にかかるのって話なんですけど、サザエは夜になるとね、餌を求めて岩の上を歩き回るので、サザエがかかるんです。そしてめちゃくちゃいいものがやってきました。こちら、はい、もう皆さん分かったと思います。はい、せーの、アコウですねキジハタって言った人もいると思います。で、こちらが僕の大好きなやつ、ウマヅラハギです。肝が大変美味しいです。これね、今後ね、バンバンこれも動画にしていきたいと思います。で、こちらがオニオコゼですね。この間動画にしたやつです。唐揚げとかね、絶品ですし、これもね、肝がうまい。てか、肝がうまいやつは多分僕好きですねで、これがメイタガレ、僕らはメダカって呼んでます。このように目がね、出てるのが特徴です。さあ、次は何かな。こちら、やっとね、ヒラメが来たようです。右カレイの左ヒラメですね。上を向けた時に頭右がカレイの左が、ヒラメというわけで、覚え方は簡単です。味の違いとかはね、なんだろう、あんま分かんないですね。で、何か来たと思ってなんだと思って、最初ね、僕の嫌いな赤エイかなと思ったらヒラメでした。嫌いっていうのはね、味が嫌いとかではなくて、なんて言うんだろう、網にねいっぱいかかってきて売れないし、外すのにめちゃくちゃ時間がかかる、そういう意味で嫌いでございます。だから別に赤エイのあれがもういいか。で、こちらマダイが来ましたね。生きてますので生かしていきましょう。
マダイもね冬になるとめちゃくちゃ美味しいですし、僕らの周りってね海苔の養殖があるので海苔をいっぱい食べててめちゃくちゃ美味しいマダイになります。だからまあブランド化してね売れたらいいなとかっていうね、そういう証拠たくましい考えも僕にはあるわけです。それでは1枚目が繰り終わりまして、これだけ魚がいました。まあでもめちゃくちゃ少ない方ですね。でヒラメとオニオコゼもパラパラといったところです。冬になるほどもうねこういう磯物がね減ってきました。それで場所を移動して船が流れないように重りを沈めて、いよいよドローンの登場です。まずはリモコンを取り出して、でこちらコードですね、長い 100m あります。でドローン本体を取り出していきます。そして電源を入れて、こんな感じでスマホのアプリみたいなのを取って入れて、でセットでコードを伸ばして準備は OK。 そしてまあなんやかんやするんですけど、全然ねなんていうんだ、操作をねまともに覚えてなくて、で説明書を読んできたんですけど忘れててもうこっから一生懸命ねひたすら、ドローンをなんとか操縦しようと頑張ります。頑張る時間が続きますそして30分後、はい、ようやくねドローンの操作が分かったところで、ドローンをね操作していきましょう。それでは沈めていってドローンの映像を見ていきましょう。右上にドローンの水深が載ってて、今90センチですね。で1メートル1メーター10センチと徐々に降下できるあるんですよ。右のレバーかなんかにこれが最初全然分からなくてね、四苦八苦しました。で地底に到着しました。このようにここらの水が大変濁ってます。で網を探して網が見つかりました。結構網が寝ていますね。寝てるんですけど立ってますね立ってるから縦網、海に立たすから僕らは縦網とかって言いますし、海に刺すから刺し網とも言います。で見た感じ全然魚はいないですね。で魚を探してちょっと歩いてみようかなと思います。操作がまずは慣れないんでこんな感じでちょっとどこ行ってんのともなりますけど、ですごいここらは土だったんだなって思って、不思議な感じでした。でちょっと移動したらこんなんもあって、で僕海の上からドローンが見えないのでその位置関係があんま分からないんですよね。で魚がいたと思って寄っていったらただのねゴミというか海藻でした。それでは浮上していきましょう。残念ながらここから見えた感じでは魚は見えなかったです。で網の反対側に移動してもう一度ドローンを沈めて見ていきます。こっちの方が磯が多いので、魚はかかっているだろうなという僕の勝手な予想です。さあ網が見えてきました。魚はかかっているのでしょうか。でさっきよりね網が寝ていると思います。これなんでかっていうとこっちの方がね、海の潮が速いんです。潮流、潮の流れ、海の流れ月のね重力とかによって動くんですよね、海のあれがね。で魚を探して移動していると何か見えてきました。石ですね。石というか磯ですよね。もう魚がいるとこは磯で、魚はいないかなと探します。でもね潮の流れが速いんで網の方に流されそう、逃げろってなって逃げてる時に、こちら左下を見てください。何かあります。こちらですね、ナマコのうんちですナマコが土を食べて多分あんな感じでうんちを出すんですよ。あれがあったら近くにナマコがいるってね覚え方でも逆にいいですね。で何かかかってました。オニオコゼです。潮が速くてあんまちゃんとね近づけないんですけど、こんな感じで網にかかっててピクリとも動きません。果たして生きてるのでしょうかで黒いね魚がポツポツと見えます。さあ魚を探していきましょう。でこんな感じで、これは何かな、カレイかなんかがかかってましたね。さあ網を上げていきます。端からだいぶ近いとこなんですぐに上がってくるかなと思います。1匹目来ました。ハリイカですね。コウイカともいうやつ、コウイカが正式名称かな。でこちらがかかってた、オニオコゼです。で下にカレイがいたので、さっき見えたカレイかなとも思ったんですけど、オニオコゼのすぐ真下にいたので、おそらくね僕の見逃しです。であんだけ動かなかったのにねこんだけ元気に生きてるんですよ。逆に網にかかってる時なんであんな動かないんだろう。でこちらビングシ、
正式名称は分かりませんけど、塩焼きとかにすると美味しいです。でこれが生後ですね、スズキの子供です。でこちらアブラメがやってきました。春に美味しい魚ですね。今こう持ってて、こう産んだら多分だいぶ痩せるんでしょう。でハギとかもパラパラ来て生かしていきます。なんやかんや終わりました。今回ちょっとね、で来たのがこれイネゴチかワニゴチかで、これ赤ゲタ、食いしん坊でよく見るやつでナマコ、そしてハギとウマヅラハギで、これソコベラとアオベラです。でこちらコブダイ。コブダイはね大きくなると性転換するので今途中って感じですかね。で帰りにとある灯台の下をちょっと潜ってみたんですよ。なんかおるかなと思って。ほんなねメバルが黒メバルですよ。これ結構いてね、わー取りてーって思いましたね。この途中の段階で釣れないんですかね。釣れそうですけどね。はい、じゃあ帰ってきたので魚を生かしていきます。それじゃあどれだけの魚がいたのでしょうか。コウイカがね2杯いました。で魚を網水に入れて生かしておきます。1杯2杯と。はい、でこれだけの魚がいました。ちなみにこちら GoPro 突っ込んでます。でオニオコゼは危ないので入れておりません。で次に、その様子をなんだっけあれ水中ドローンで見ていこうと思って、水中ドローンを海の中に入れていきます。旋回左に旋回しまして網水の中を見ていきましょう。こんな感じで伸びてるんですよ。でね今僕これ見て気がついたんですけど、網の底がすごいダルンダルンになってるんですね。そうすると魚が真ん中に寄っちゃうのであんまり良くないなと思いました。すごいね良かったです。でアコウがなんか存在感すごいですね。なんか宇宙船みたいにいい感じに浮いてますね。でちょっとね岸側に寄ってみて何かいるかなと探してみます。こちらの岸壁側ですよね。で皆さんが多分釣りとかするなんていうのかな、ほら皆さん側でございます。でもうこの時期12月の5日だったんでナマコがいるかなと思って、はい今ナマコいました。わかりますか。右下にそうです、ここにナマコがいました。でかいですね。でウニとかもちょっと見えます。でドローンだったら全然怖くないんですけどね、僕なんか裸一貫で潜るのはちょっと怖いのでドローンでよかったなと思います。ほんで中の方ちょっと見ていこうと思ったらイワシがめっちゃいると思って、で結構葉の中にイワシが入ってくるんですよね、冬になると。こんな感じでイワシが結構いましたんで、もうドローンでこうビーンって突っ込むんですけど、さすがそこはイワシといったところで逃げていきます。そして次上からの映像です。綺麗ですね。透明度がね抜群だったらもっと綺麗いんですけど。で続きまして僕のサーラとか撮ってるやつの船の下を見ていきます。であれがチヌとかだと思います。なんかね神秘的ですよね、この船の下っていうのは。これもまた裸で潜ると怖いもんです。でプロペラの方を見ていきましょう。このようにプロペラがねもう空転というかね勝手に回っちゃうんで、よくね丼の紐を引っ掛けちゃうんですよ。であんな感じでいっぱいねついてましたね。これも来年のぼした時に撮ります。では楽しかったです。帰りましょう。はい、お帰りただいまというわけで、撮影してたら昼までなっちゃったんで、パパッと昼飯作って昼飯食いたいと思います。で用意した魚が、死んでたアブラメですね。これをおかずにしたいと思います。こんな感じで、サイズはねかなり大きいですね。小持ちなんでやっぱそんなね超えてないですね。やっぱ春かな。でも腹ペコなんでねシンプルに刺身と塩焼きでいきたいと思います。やっていきましょう。レッツゴー。じゃあまず鱗を落としていきます。もう鱗は、包丁でささっとおろしていきましょう。金田足の方がいいかな。金田足でおろしていきます。刺身って言ったけど刺身いけるかな。よし。でも今回は頭からガッと落として、包丁が切れない。でこれで頭が落ちました。それじゃあお腹を裂いて、よいしょ。卵が入ってますね。でもやっぱ血抜きがねしてないので真っ黒ですので、これはやめておきましょう。で血合いに切れ込みを入れて掃除します。
でこれで OK で、まな板にあげて刺身するって言ったんですけど、ちょっと身の感じも良くないので、どうしようかな、なんかにします。まあ、とりあえず水気を取って、はい、じゃあ三枚おろしにしていきます。包丁を入れて、よし、で返して切れ込みの包丁切れないで包丁を入れていく。で奥までいったら包丁刺してシャコリシャコリシャコリでこっちキュッ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 、よし OK でこっちはこのまま落としてで切れ込みを入れてで鍋にダイブでドンで生姜水ヘビーユーザーヘビーユーザーで醤油を好みの色、だいたいこんな色です。でだいたいこれぐらいの量の時は小さじを2杯ぐらい入れときゃ良くなると思います。そしたら落とし蓋をして真ん中にちょんで火をつけておきます。でこっちの腹骨を取ってもう薄いからここらで落としますと、よいしょで骨がないとこまで切る。こっちの骨があるとこの、とこだけ、取ります骨があるとこだけ取ります。じゃあ血合い骨を取りますってことですね。よいしょ OK で身だけになりました。そしたらこちらに視聴者さんがくれたマキシマムっていうなんかカレー味ニンニクみたいなね粉をまぶしていきます。これがねなかなか美味しいです。これまぶしてなじませておきましょう。で小麦粉も振っておいて、よし、それじゃあフライパンに暴飲暴食時に使ったアヒージョの残りのオイルです。あ、違うわ、これその後唐揚げしたやつだ。これを多めにで火を、ついてますね、入れ替えたので。それで小麦粉をまぶして余分な粉を落としたやつを焼いていきます。火が弱かったで押さえて反り返らないようにで他のも同様に押さえていきます。もしかしたら右から焼けばいいのかもね、ちょっとわからないですけど忘れちゃいました。よし OK これで焼いていきます。である程度したら返していい感じ。よしこっちもなかなかいい感じですね。トレビアンですな。こっちはできた感じなんで火を止めてお皿に入れてあげれば、はい、油目の煮付け完成。それじゃあこっちもできたんで、なんかおしゃれっぽい器にのせてあげて、よし、よくわからないんですけど適当に我が家にあった緑をパパパパ OK。 はい、それでは油目のソテー的なもん完成。そしたら米もついで煮付け小鳥で米とソテー的なもの、それと概要欄から買えますを召喚して、はい、こちら死んでたけど取れたて浜湯特製油目御膳煮付けにソテーみたいなやつと米と概要欄です。それじゃあ敵を始めようか。はい、それではいただきますからのゴールデンタイム。もう腹ペコすぎてはしょります。いやちょっとドローンの撮影で手こずっていつもより 2,3 時間遅くなっちゃいましたけど、乾杯。こうした後はうまいね。はい、じゃあまずは煮付けから。おお、身離れもいいですね。はい、じゃあちょっと生姜ものしていただきましょう。はい、じゃあいただきます。めちゃくちゃうまい。油目ってこんな美味しかったんですね。
久しぶりに食べた。もう身も柔らかいしね、味付けも抜群です。じゃあ次はこのソテー的なやつですね。これも美味しそう。じゃあいただきます。これはどうか、どっちが美味しいかな。こっちの方がうまいな。皮がめっちゃカリカリだし、スパイスがね、なんかニンニクとこうカレーっていう感じでめっちゃ合うんですよね。これびっくりした。めっちゃ美味しかった。これらがまたね、これにも合うんです。油ねー。いやほんとね、こっちの方が美味しいね、僕は。うまっ。まあ煮付けもね全然負けてません。味付けが神ってるな。まあ海苔出したけど今日ちょっと気分じゃないんでのっけます。いやほんとね、めちゃくちゃ美味しかったです。それではあとはゆるりとごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。刺し網漁に、水中ドローンに最後の油目のお昼ご飯めっちゃ美味しかったですね。で結構大変だったんですけど、好評だったら水中ドローンの映像とかも今後取り入れていって、クオリティを上げていけたらいいなと思います。皆様本日もご視聴ありがとうございました。ではまたのご視聴お待ちしております。